今期エクです。今回のテーマは、周囲があなたに思っていることです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中から1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄のチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、よろしければですね、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？今回はフォース集というスプレッドとオラクルカードを1枚使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の周囲の人があなたに対して思っていることですね。現在としては、そうですね、もっと知りたいなと思ってもらえている、興味を持ってもらえているっていう感じですね。ここからだんだんと信頼してもらえるようになっていくのかなっていう予感がいたします。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、ワンドのエースの逆位置です。意欲が低下して物事が終わっていた時期ですね。ある意味エネルギーが落ち着いていたということでもあるのかもしれないです。で、その中で周りの人がどう思っていたかっていうのがですね、あなた自身のことを何を考えているのかなというふうにね、気にはなっていた。ただ、なんだかこうぼんやりとした感じに見えるというか、大丈夫かなっていうふうにね、心配にも近いような気持ちっていうのを抱いてらっしゃったのかなと思いますね。なので、あなた自身がすごく頑張るぞっていうよりは、もう頑張った後なんでしょうね、過去はね。頑張った後で、いろいろともうお疲れモードだったっていうところがあるのかなっていうことですね。なので、発散していたエネルギーがですね、一旦落ち着いて、そうするとあなたも、うん、やりたいことはもしかしたらあったのかもしれないけれども、それをね、実行するっていう気持ちはちょっと半減していたのかなっていう感じがしますね。そうすると、表に出てくる行動とかも、すごく消極的に見えますよね。なので、周りの人っていうのもですね、どうしちゃったのかなっていうふうに思っていたっていうとこがあるのかなと思います。あなたの動きっていうのが見えないから、周りの人も伺ってる状況って言ったらいいんですかね。あなたのことをね。そんな感じで進んでいたのかなっていう感じがします。では現在ですね、ペンタクルのページの正位置です。頑張り時です。ここでの積み重ねが後に強みになりますね。で、周りの人からは現在がですね、すごく知りたいと思ってもらえてます。で、あなたとだったら真面目な話もできるなというふうにね、一つの信頼関係っていうのはね、あるのかなと。あなた自身が仮に周りの人がどう思ってるのかなっていうふうにね、不安になってる、疑問に思ってるっていうところがあるから、こちらの動画をご覧になられてると思うんですけれども、そういったことはですね、一つ周囲の人たちはあなたと真面目なお話、真剣にできるんだなっていうふうにね、そういった面ではすごく信頼してるっていうふうにね、思っていただければと思いますね。そうですね。ペンタクルのページの正位置なので、学びの時ではありますよね。ここでちょっと頑張ってもらうと、あなた自身のその頑張ってきたことっていうのが未来にね、しっかりと役立てられるのかなっていう感じがするので、何かしらですね、やらなきゃいけないっていうところを後回しにするんじゃなくて、今頑張るっていう風にね、動いていってもらうといいのかなと思いますね。未来に向けてどう進んでいくかっていうところが現在に出てくるイメージなので、そうするとあなた自身がこれからですね、未来に向けて頑張っていくぞっていう風にね、動いてもらうといいと思います。学べるところをしっかり学んでいくという風にね、動いてもらったらといいなと思いますね。そういったところで、そこに動きが出てくるので、周囲の人たちも分かりやすいですよね。あなたがどういうふうにね、頑張ってるかとかね、そういったところも分かるので、そうすると、
あなたに対して興味を持ってもらえるっていうことも増えていくかなと思いますね。で、ちゃんとね、あなたに対してね、真面目な話ができるっていうことは、ちょっとね、友人のような気安い関係っていうよりは、もう少しね、なんか相談もできるけれども、ちょっとビジネスライフ的な関係ではあるのかもしれないんですが、でも、それはね、まずは大事かなと思います。冗談も言い合える仲とかね、そういうのもね、素敵だなと思うんですけれども、あなた自身のことをちゃんと真面目に真剣に話を聞いてもらえると思ってもらえてるっていうことなので、そこはね、自信を持っていいと思います。では、未来ですね。こちらが、吊るされ人の聖地です。自分と向き合い何かを克服する時です。周囲の人っていうのが協力できることは協力したいなと思ってらっしゃるし、でも一人で頑張りたいのかなとね、悩んでるっていうところも見えてきました。現在につながる未来だから、頑張る時っていうのが続くのかなっていう感じはします。で、頑張る時っていうのが、現在はとにかく自分自身がいろいろと吸収したり学んだりやるぞっていう感じだったのが、今度は少し自分自身のなんか第三者目線みたいなところが必要になってくるのかなっていう感じがします。自分自身の何がいい部分で何が良くない部分なのかっていうね、そういった分析っていうのが必要になってくると思いますね。そしてそこによって自分自身の得意なことを伸ばしていくのか、それとも自分の苦手なところをですね、うまいことを解消していくのかっていうことですね。何かを克服するときっていうのは、もちろん苦手なことっていうのが多くね、イメージされやすいのかなとは思うんですけれども、それだけじゃないかなと思います。自分自身の得意なことを伸ばすことで、それが長所に強みにどんどんなっていくっていうことを考えれば、それもある意味ね、自分自身のこれからの生きやすさとかね、そういった部分で克服できるっていうところがあるかなと思うので、そのあたりはね、自分自身でしっかりとご自分のね、分析っていうのをしてもらって、そこからどうやっていくかっていうのをね、考えてもらえればと思います。そういった部分ですごくね、あなた自身がずっとね、いろいろやっておられるっていうところが見えるので、周囲の人たちっていうのは、頑張ってるなっていうのがね、見えるっていうことなんですよね。あなたがね、すごく頑張ってるし、応援したいなと思ってる。協力したいなと思ってるんですけれども、でも、その中で、吊るされ人っていうのが、どうしてもこう、自分自身の檻の中に入ってるっていうような、でもこのカードさんだと、ユニコーンさんが、もうカゴから出てるっていうところはあるので、あなた自身はカゴから出てるのかなとは思うんですよね。がんじがらめの部分からだんだんと抜け出していくっていうところがあるはずなんですけど、まだ周囲の人たちに届いてないところもあるのかもしれない。なので、一人で頑張りたいのかな、そっとしておいた方がいいのかなっていうふうに考えてるっていうこともあるので、もしもあなたが周囲の人に助けが必要なのであれば、SOS、助けを求める声っていうのをね、出してもらうのがいいのかなとは思います。まだね、周囲の人から見ると、カゴの中にいるように錯覚してる感じみたいなので、だったらね、あなた自身がここにいますよっていう風にね、自分自身まだ今から頑張りたいけど、助けがいるんですよっていう風にしてもらう。それとも、周囲の人の助けは借りずにね、自分で頑張るぞっていうのであれば、そっとしておいてあげた方がいいのかなっていうね、その気持ちにね、それは置いておいて、周囲の人のそっとしておくっていうのをそのままにしておいて、あなた自身が一人で頑張っていくっていう方向で進んでもいいかなと思います。とにかく自分自身をね、しっかりと細かくね、自分の中で何ができるのか、できないのか、やるべきことは何なのかっていうのをね、調べながらね、自分を研究しながらね、進んでいってほしいなと思います。では、周囲ですね。ソードのクイーンの逆位置ですね。ここがね、なんだかこう、嫌な感じの人が出てきちゃったんですよね。薄情な人物。心が折れる言い方をしてくるっていうことなので、あなたに対して好感を持っていいなと思ってくれてる人も今までの中でね、いらっしゃったんですけれども、あなたが最も
自分自身にとって気になってる人がこの人なのかもしれないですね。マイナス方面の方向で接してくる人っていうのは、どうしても自分の中でも目についちゃうし、気になりますよね。そういう人がいらっしゃることで、自分自身が自信がないというか、周囲の人たちになんだかこう、嫌われてるんじゃないかとか、なんか嫌に思われてるんじゃないかとか、そういうふうに不安に思いがちっていうところはあるかもしれませんね。ただこれは、この周囲のその、ソードのクイーンの100一の人が特殊というか、当たり前ですけど、いい人も悪い人もいるのがね、社会。あなたにとっていい人か悪い人かってことですね。やっぱり相性の良し悪しっていうのは絶対誰しもあるので、そういった面でも、この人っていうのはね、あなたにとってすごく相性が悪いっていうことですね。もしかしたらその人にとっては、心が折れる言い方っていうのは、あなたはすごく繊細で、心が優しくって、ものすごくね、傷つきやすい方なのかもしれない。でもその周囲の人っていうのは、どっちかっていうと、何事もズバズバと言い合いたいとか、そういうタイプの方なのかもしれないですね。意地悪で言ってるわけでもないのかもしれないし、実際この感じを見ると、もしかしたら本当に意地悪な人なのかもしれないし、このあたりはもうわからないです。その人の心の内を見てみないとわからないので、ただその過去から未来を見てると、この人自体が何かをあなたに対して感情をすごく強く抱いてたら、そこに出てくるはずなんだけど、そこに出てこなかったってことは、あなたが心配するほど相手の方っていうのは何かこう悪い感情を持ってあなたに対して言ってるっていうわけではないのかもしれないですね。ただ、あなたはやはり苦手なんだと思うので、その苦手な人とわざわざ、この人は別に自分のことを悪く思ってるからそう言ってるわけじゃないから、なんとか仲良くならなきゃっていうふうに思う必要はないし、別にね、本当に心がね、どうしても傷ついてしまう。その人の話を聞いてると、だんだん悲しくなってしまうとか、そういうことなのであれば、極力ね、その人と接しないっていうことは大事かなと思います。その人に悪気がないとしても、あなたがどうしても傷ついてしまうのであれば、もうそこはね、相性の問題だと思うし、あなた自身が傷つく必要はないと思うので、もうね、そこはちゃんと離れていくっていうのでいいと思います。それで今までのそのお話ししてきたあなたのことをね、ちゃんと助けたいなとかですね、真面目な話もちゃんとできるなとかね、興味を持ってくれてる人とかそういった人たちがいらっしゃるので、そういった人たちと関係性を深くしていくのがいいのかなとは思いますね。あなたが辛いと思ってる人に目を向ける必要はないのかなと思います。無理する必要はないです。この人とわざわざ仲良くしなきゃって思う必要もないので、ここはね、あなた自身がどうしても気になっちゃう人だから出ちゃったんだなっていう風にね、思えばいいかなと思いますので、無理だったら無理でいいです。離れるっていうことでね、考えてもらえればと思いますね。ではね、障害ですね。邪魔になってしまうこと。ペンタクルの10の正位置です。自分のやるべきことをやらない。順番ですね、要するにね。優先順位を見直した方がいいっていうことだと思うんですよね。自分自身がこういろいろと頑張り時ですよっていうふうにお伝えはしたんですけれども、じゃあ何からやるのかっていうね、悩んでくるところがあると思うんですが、例えば何かこうしっくりこないなとかね、途中でもいいんですよ。やってる途中でなんか違うなとかね、うまくいかないなっていう時、そういう時は優先順位をね、一回見直してみるっていうのもいいと思います。無理にね、推し進めようとする必要はないのかなと思うので、自分のやるべきことが何なのかっていうのをね、そこが未来であなた自身が自分自身と向き合うっていう必要が出てくるところなのかなと思うので、あなたにの妨げにならないようにね、自分のやるべきことをやっていく方向にね、順番をね、ちゃんと決めて、そこからどうするべきかっていうのをね、考えてもらえればと思いますね。なかなかね、難しいとこではあるんですけど、一度夢中になってしまうとね、全部やらなきゃっていう風になっちゃう人もいるかもしれないんですが、一旦ね、手を止めていただく、足を止めていただく、そういう風にしていただくと良いかなと思います。では、最終結果ですね。
ペンタクルのキングの正位置です。きちんと成果を出し、自分の力を役立てようとすることができる余裕が出てきます。そして周囲の人からも信頼できると思ってもらえる。そういった風にね、だんだんと前向きな方向に変わってまいります。よかったです。あなた自身ね、ペンタクルが結構出ましたからね、今回ね。結局その物質的な結果っていうのも出やすいのかなと思いますね。きちんとね、あなた自身が頑張った、現在から未来からずっと頑張ってきたことがね、最終的にはちゃんとね、成果として出てくる。後にね、強みになりますよっていう風になりましたが、それがね、ちゃんと強みとして出てきた結果がこれっていうことですよね。で、自分の力をね、今度はあらゆるところに役立てることができるっていうことですね。あなた自身が頑張る方向から今度は誰かに分け与える方向に行くのかなと思いますね。そうすると、頼れますよね。周囲の人はね。あ、この人にいろいろアドバイスもらいたいなとかね、教えてほしいなとかね、そういう方向に行くと思いますし、で、心からね、信用できる、信頼できるというふうにね、思ってもらえる。信頼できるってことは要するに好感を持ってもらえる。いい人だな、好きだなっていうふうに思ってもらえるっていうことですからね。あなた自身のこれまでのやってきたことがね、ちゃんと積み上げられて、結果として出てきて、それによって周囲の人のね、印象っていうのがね、どんどん良くなっていくっていうことですね。あなたのところにはね、多くのものが戻ってきますよっていうことです。はい。得ることができますね。たくさんのものがね。よかったです。あなたが辛いなと思ってる人、そういった人たちにね、気持ちの方をね、持っていく必要はないと思うし、あなたのことをね、心からね、素敵だな、信頼できるな、信じられるなっていうふうにね、思ってくれる人、そういった人をね、大事にしてもらえればと思います。では助言ですね。ワンドのページの逆位置です。返事や見返りをあまり期待しないことが大事ですということでね。これはね、周囲のそのところに出てきた人のことになるのかなっていう感じはしますね。あなた自身がおそらくね、一番こう気になってる人というか、嫌でもね、気になってしまう人ですよね。その人自身とどうしても相性が悪いっていうところで、なので、あなたが望む返事だとか、見返りっていうのはね、その人から得ることはできないですね。だからね、そこはもう期待しないと。ふとした瞬間にね、他の人からね、いろいろと見返りをもらえるっていうことはあると思うので、そう、あまりね、そうですね、なかなかね、難しいところではあるんですけれども、やっぱり見返りとかね、当たり前ですけど、ギブアンドテイクっていうのは大事ですからね、人間同士の関係でね。何でもそうです。そう、別に物だけじゃなくって、言葉でもいいんですよね。そう、感謝の気持ちとかね、ありがとうございますとか、ここ助かりましたとかね、そういうところを言うだけでも全然自分自身の気持ちって違いますからね。そういったところがね、なかなか言えないというか、言わない人もいるんですよね。そこをね、あなた自身が分かってると思うんですよね。その周囲の人がどれだけね、自分自身にとってね、なんか悲しくなるような相手かっていうのは分かってると思うので、もうね、あまりね、期待はしないということでね。で、あなたのことを慕ってくれる人、これからね、あなたがいろいろと与える側になっていくっていうことで、そういった時にね、必ずあなたのことをね、ちゃんとテイク、ギブをした時にテイクを返してくれる人っていうのはね、いらっしゃるので、そういった人たちの方にね、目を向ければいいのかなと思います。だから難しい、なかなかね。そう、うまいこといかないんですよね。そういったところね。ギブアンドテイクってね。最も言ってほしい人に限って言ってくれないとかありますからね。でも、そういう、なかなかね、そういうものなんですよね。そう。だからそういった人は期待するのは、とりあえずね、やめておいて、もうとにかく自分がやれることをやるっていう風にね、動いてもらえればね、これからちゃんとあなたに返ってくるものっていうのがね、増えていくと思うのでね、あまりここはね、傷ついちゃうからね、気にしすぎないっていう風にね、動いてもらえればと思います。それではオラクルカードですね。赤、許すです。ある程度のあなたが許していくっていうね、心の切り替えは大事なのかなと思うんですよね。他者に対して許す許さない。そこはね、あなたが決めることだと思うんですよね。もし誰かが
もうこれだけ謝ったんだから許してよって言ってもね、許せないことだったら許さなくてもいいと思うんですけれども、ただ、ずっとね、怒りを抱えている、恨みを抱えているとか、そういうところになると、今度は自分自身の中にね、闇の部分ですね、闇の塊って言ったらいいんですかね。そういった部分がね、出てきちゃって、自分自身で苦しんじゃうっていうことになるので、もうね、自分自身の、怒りをね、少しね、怒りとか悲しみとかそういった部分ですよね、を改めて落ち着けてもらうっていうことも必要かなとは思います。あとはね、この許すっていうのは他人だけじゃない。自分自身を許すっていうことも大事っていうことなんですよね。そうなんですよね。あなた自身を許す。なんだろうな、自分に厳しい人ってやっぱりいますよね。多分ね、あなたもそのタイプかなっていう感じはするんですよね。周囲の人のその気になってる人とか、そういう人の見てる感じだと、自分自身がダメなんじゃないかとかね、そういったところもね、あるからこそね、気になっちゃうのかな、周囲の人のその言葉とかにね。そう、自分がダメだからこういう風に思っちゃうんだとかね、思っちゃうっていうのはありますよね。なので、そういったね、自分のせいだっていう風に思う必要もないし、自分自身をね、まず許してあげることも大事かなと思います。他者を許すことも必要だし、自分自身を許すことも大事だよっていうことをね、忘れないでいてくれればと思います。そうですね。とにかくあなたの場合は、まず、あなた自身がちょっと気になってる人がいるっていうことで、嫌な方向でね、気になってる人がいるっていうことで、その嫌な方向で気になってる人の方をもう見るのをやめていくっていうことが大事なのかなっていう感じがしました。それさえね、捨ておいてしまえば、あなたのことをしっかりと慕ってくれる人っていうのはね、確実にいらっしゃるし、あなたに好感を持っている、いいなって思っている人、もっとね、親しみを持って近づきたいなって思ってくれてる人もいらっしゃるのでね。で、今後はあなた自身がしっかり結果を出していくので、そういったところでもだんだん評価をしてくれて、で、信じられるなというふうにね、ついてきてくれる人もいるので、そういうのを考えると、やはりね、最もね、あなた自身が気になってるのかなっていう感じがした周囲の人、この人のことは離れるっていう風にね、動いてもらうといいかなと思います。どうしても、それがある意味ね、自分自身がもう枷になってしまってるのかなっていうところがあるので、その枷にしない、もう離れるっていう風にね、動いてもらえればと思います。それではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。あなたに対して周囲の人たちがどう思っているかなんですけれども、今はですね、どのように仲良くなっていったらいいかなっていうふうに思いながらも信仰を深めたいという人もいらっしゃるということで、ただですね、これからは相性の悪い人っていうのもね、出てくるかなと思うんですが、それって人間関係にとっては、ある意味私は一番健全なものかなと思います。そこはね、ゆっくりと1枚ずつお話をさせていただこうと思うんですけれども、それでは過去ですね。ソードの4の逆位置です。回復が完了し、再始動の段階に入っていた時期ということですね。こちらですね、よっぽどお疲れだったんでしょうね。あなた自身が。ものすごくこれまで頑張ってこられて、その疲れとかね、そういった部分が出てきちゃったんですかね。それで過去に回復期間が必要だったっていうことですよね。で、そこから回復が完了しましたと。で、今からまた動き始めるかっていうところがあったんでしょうね。で、その中で周囲の人たちがどう思っていたかっていうのは、もちろんね、心配だったと思うんでですね、そういったところで話をね、あなたからもっと聞きたいなと思っているっていうところですね。過去のことなので、もしかしたらね、もうあなた自身が話してくれって言ってる人にね、しっかりとお話をしてる可能性はございますね。あなたの信頼できる人がいらっしゃるんであればね、そういった人にしっかり話を聞いてもらうっていうのは大事だと思うので、まずはね、これからね、また動こうと思えたこと、それ自体がね、素晴らしいことだと思いますので、そこをね、自分自身でも褒めてあげてほしいなと思います。では現在ですね、こちらがペンタクルのクイーンの逆位置ですね。現在がね、他に手が回らない状態ですね。
すごく忙しいっていうことで、そうなってくると、全体的なね、自分自身今何やってるんだろうっていう感じで要領をつかめない状態ですよね。で、周りの人がどう思っているかは、今は、あなた自身がすごく忙しそうだから、距離がね、測りかねているっていうことで、ただ信仰を深めていきたいなという気持ちはちゃんとあるということですね。今は距離を測りかねていて、信仰を深めていいのかどうなのかっていうところで迷ってらっしゃるっていうことは、あなた自身と交流はしていきたいと思ってる。ただ、あなたの邪魔になってしまうんじゃないかっていう思いがあるのかなと思いますね。もちろんね、あなた自身がすごく忙しいのに構ってられないっていうのは多分あると思いますからね、周囲の人にね。自分自身ががむしゃらに頑張ってて、それで大変なのに、それをさらにまた手一杯になってる状況で、周りの人と話をしてくださいなんていうことはね、言えないですからね。だから落ち着いてからでいいので、そういった人とね、話をできるようになればいいのかなとは思いますね。でも、過去で頑張って、すごくお疲れモードだったのが、せっかく回復したのに、現在でまた忙しい。それだけね、あなたがものすごくね、できる方というか、もう、あなたがいないと回らないっていう場面が多いのかなっていうところがあるんですけど、でも、無理はね、させちゃいけないとは思うんですよね。そこはね、もうしっかり周囲の人にも言っていった方がいいかなとは思いますね。またあなたが、それで疲れてしまって、回復期間になってしまって、で、また再始動。そしてまた疲れてしまう。で、回復再始動っていうのを繰り返すとね、あなたの方も大変だと思うので、そうならないために、ちょっとね、自分のそのやりやすいペースっていうのをね、見つけてもらいながら、あなたが自分で頑張らなきゃっていうふうにね、思っちゃうのかもしれないんだけれども、ただね、それをしちゃうとね、過去と同じようなことになっちゃうかもしれないので、できればね、無理はしないでほしいなと思いますね。そのあたりを相談できる人がいたらね、相談してもらって、しっかり自分のある程度ね、忙しくない、ちゃんと余裕を持って動けるっていうね、方向に動いてもらうように、こう、調整してもらったりとかするのがいいのかなと思いますね、人にね。っていう感じでね、相談してもらえればなと思います。では、未来ですね。カップの4の正位置です。状況に苦悶すると。ネガティブな思考にとらわれやすいっていうことでですね、悩ましい状況に未来でなってらっしゃるってことですよね。なんだろうな、こう、うまくいかないなとか自分の中でどうしても、暗い気持ちになりやすいっていうところがあるんですかね。それを防ぐにはどうすればいいのかなっていうところがあるんですけれども、やっぱりね、それは今のまた忙しくなって疲れちゃうっていうところをね、回避してもらうとね、少し未来も変わってくるのかなっていう感じはしますね。そう、結局あなたが、頼られてるっていう面で言えば、それは聞こえがいいかもしれないけれども、でも、あなた任せになってるっていうことですからね。そうそう、いろんなことをね。そうならないようにするのがいいのかな。結局同じことの繰り返しじゃないかっていう風になるんじゃなくって、で、またね、他のことでね、もしかしたらね、いろいろと、また展開が変わってて、その状況に苦しんでしまうとか、気持ち的にネガティブになりやすいとか、そういうこともあるかもしれないんですけれども、まずね、現状を少しでもね、変えていただくと、ちょっと未来もね、もうちょっとね、ポジティブな、前向きな方向に行けるんじゃないかなっていう気はするんですよね。で、周囲の人がね、未来ってどういうふうに思っているかっていうのは、あなたと分かり合えないと思っている人もいる反面、今まで接してこなかった人たちが、あなたに関心を持っている様子っていうことですね。なんかこう、分かり合えない人がいるって思うと、うって思うかもしれない。嫌だなって思っちゃうかもしれないんだけれども、人間関係としては、私はやっぱり健全だと思うんですよね。人間関係って、やっぱり表で見てると、あの人ってすごい好かれてるなとかね、人気があるなとかね、そっちの方向についつい目がいっちゃうんだけれども、人気がある人、好かれる人っていうのは、その反面、やはりね、その人のことをよく思わないとか、嫉妬してるとかね、悪感情を持ってる人っていうのも必ず
表裏一体であるということですね。割合とかはあるにせよですね、相性の悪い良いの割合っていうのがもちろん変わる可能性はある。だけれども、10人が10人みんなその人のことを好きっていうことはもうほぼないと思うし、10人が10人その人のことを嫌いっていうことも、ないと思うし、分かり合えないと思っている人がいるっていうことは、人間関係としてはちゃんとね、あなたが誰かと接してるからこそ出てくるっていうことですよね。その反面ね、ちゃんとあなたとあなたのことを興味を持って、で、ちょっとね、あなたとはもしかしたら今までね、関わってこなかった人なのかもしれないんですが、そういった人があなたに興味を持ってくれてるっていうことなので、新たな出会いっていうことですよね。そういった面でも、未来はまた新しい視点が持てるかもしれないですね。人間関係が広がることで、全然ね、あなたの見る世界っていうのが変わってくる可能性はあるので、そういったね、あなたに興味を持って近づいてきてくれる人っていうのがね、できればね、ウェルカムと。できれば歓迎してもらうといいのかなっていう感じはしましたね。では、周囲の人ですね。こちらがどうなのかっていうのが、ワンドの7の逆位置ですね。本心とは異なる表面上の会話になりやすいっていうことでですね。あなた自身もそうだし、お相手の側もそうなのかもしれないんですけれども、腹を割って話せないっていう人がいらっしゃるのかもしれないですね。でもそれはそれでもうそういった関係なんだっていうふうに割り切ることが大事なのかなっていう気はします。その人とはね、自分自身の本心違ったとしても、表面上でうまくいくんであれば、もうその人とはそういうふうにね、やっていくのが一番最適解なんだっていうふうにね、考えちゃうっていうのも一つの手だと思いますね。もうその人とは別で、またあなたが心よりね、信頼できる人とか、ちゃんと腹を割って話せる人っていうのがね、いらっしゃると思うので、そういう人とね、しっかりお近づきになればいいのかなとは思うので、あまりね、ここにとらわれる必要はないと思います。この人はこの人なんだっていうね、感じで思っていただければと思います。ではね、障害ですね。こちらがペンタクルの3の正位置です。過度の信用、一定の距離を持つ必要がありますということでね。ここはね、周囲の人とつながる部分ではあるんですけれども、もうね、表面上の会話になるとか、表だけの関係とか、そういったところの人っていうのは別に信用っていうのをね、大きくする必要はないし、あなたがあまり信用をしすぎてしまうと、それでなんだか裏切られた時にすごく傷ついてしまうっていうこともあるので、時間を置いてね、だんだんとお付き合いが長くなっていくにつれて、信頼度っていうのは上げていけばいいし、もう初日からね、この人すごくいい人だ、大好きだっていう感じでね、もう一気に信用をしてしまうと、それで傷ついちゃうっていうことはあるので、もう一定の距離を持つ必要は確かにあるかもしれないですね。信用っていうのはね、結局あなたの懐の広さでもあるっていう感じはあるんですよね。人を信用できるっていうのはね。これまでのこの感じを見てると、あなたがいろいろと忙しくしてた、頑張ってたっていう部分も、本来だったら他の人がやらなきゃいけないこととかも、あなたが肩代わりしてたとか、そういったところもあるような気がするので、そうね。そうすると、周囲の人たちっていうのを自分が頑張ればなんとかなるからと思って、やってることすらも、周りの人からすれば、しめしめと思ってる可能性もありますからね。それでいいんだって言うんであれば、それでいいのかもしれないけど、でも、やっぱり疲れちゃうとね、私は良くないなと思うので、そうね、距離感を持つっていうのは大事かなと思いますね。で、分かり合わない人もいるっていうことなので、そういう人とね、あえて距離を詰める必要もないし、なので、自分自身と相手の距離っていうのをね、一人一人ね、見計らっていくっていうのは大事かなと思います。全員が全員同じ距離を持つ必要はないし、一人一人に合った距離感っていうのをね、自分の中で見つけていくのがいいのかなとは思いますね。では最終結果ですね。ソードの3の正位置です。失意の中にありつつも、その状況を理解し、一歩踏み出すことができる。これね、あなたと合わない人との何かぶつかることがある
のかもしれないですね。いずれ何かぶつかって、その中であなた自身が失うものがあるのかもしれないし、それともあなた自身がいろいろやってること、頑張ってることで失ってしまうことがあって、でもその状況はちゃんと理解するということで、別にすごく落ち込んでしまう、落ち込んでそのまま、そこで立ち止まってしまうんじゃなくって、ちゃんと一歩踏み出すことができる。これからやっていこうっていう風にね、動いていけるっていうことなので、前向きな、決してね、完璧な前向きさではないのかもしれないけれども、でもあなたの人生経験において、これからちゃんと、落ち込みながらも、自分の中でちゃんと納得して、ちゃんと自分の中でいろいろ飲み込みつつ、そうなんだ、それでいいんだっていう風に、ね、なっていくと、ちゃんと認められる部分もあるということでね、そういったところで踏み出していきますよっていうことでね。ただそうですね、これ見てるとやっぱり人間関係なのかなっていうところがありますね。なんかこう周囲の人がね、許せないという気持ちが強くなるっていうことで、ただこれはあなた自身にも強い気持ちが出てきそうなので、決定的な出来事があるのかもしれないですね。それで、距離を置いても仕方がない。相手からも、あなたから距離を置かれても仕方がないなと納得をしてるっていう感じなので、もうお相手の方ですね、周囲の人もあなた自身に対して許せない上に、もう距離が離れてしまってもそれはもう仕方がないというふうにね、思うっていうぐらいなので、もうこれはね、致し方ない別れなのかなっていう感じがしますし、ただそれでね、あなた自身がちゃんと進んでいけるようなので、そこはね、安心してもらえればと思います。決してね、これで傷が癒えなくて、ずっとあなたが進めないとかじゃなくて、これからもあなたがあなたなりの人生を歩んでいけるっていうことですね。別れとか、そういったことはあるかもしれないし、人間関係トラブルね、現れることもあるかもしれないけれども、でもこの別れはね、あなたにとっては一つのね、決別するため、一歩進むためのね、別れなんだというふうにね、思ってもらえればなと思います。では助言ですね。帝王の正位置です。愛や善意を利用されないように、時に毅然とした態度をとってくださいということでね。これやっぱりそうなのかな。あなたが今までいろいろと疲れてきたっていうのは、あなたの愛だとか善意だとか、人を信用してるだとか、そういった部分、そういう部分を一つね、搾取されてきたっていうことですよね。利用されてきたっていうことだと思いますね。そこをもうこれからは利用されないというふうにね、動いてほしいですね。それでね、嫌うような人、あなたのことをもういいやっていう感じでね、離れていく人っていうのは、結局あなたをそういうふうに利用するだけのために近づいてきた人、どんなに表で取り繕ってても、それはもう全部偽りの姿だし、あなたにとって利益になることは絶対にないから、そうですね、もう厳しい態度っていうのもね、時には取っていきましょうね。いいんでしょうね、あなたがね。本当優しいってすごく素敵なことなのにね、時にね、こうやって他者から利用されるから、自分自身のね、強みとしてね、うまいこと自信を持てないって人も結構いらっしゃるんですよね。あなたもそうかもしれないですね。人を信じることってすごいことなんですよ。すごく勇気のいることだし、で、人を愛で包み込んであげる、善意を持って接するっていうことはね、本当に素晴らしいことだし、私はそれは強さだと思います。人間としてのね。でも、それを利用されちゃうと、せっかくのね、あなた自身の強みが全部ね、奪われてしまう。なので、時にはね、自分が利用されてるなとかね、嫌だなと思った時、そういった時は勇気はいるかもしれない。いつもと態度を変えないといけないと思うので、これまでの経験からこれじゃダメだと思われたのであれば、できればね、時に厳しい態度もね、取ってもらえればと思います。それではオラクルカードの助言ですね。現実逃避者です。あなた自身に帰りましょうということでね、夢の中にずっといるわけにもいかないので、現実のね、あなたとは向き合いましょうっていうことですね。逃げ出したい時もありますよね、現実からね。ただ、ずっとね、自分の殻に閉じこもって、
そう自分の理想の中で生きていくっていうのは確かにねすごく居心地がいいし、で回復期間の時には大事だと思うんですよね。すごく疲れてしまってる時に自分自身の夢の中、理想の中、希望する環境っていうのにね自分の身を置くっていうことはもちろん大事なんだけれども、回復し終わった後再始動の時ですよね。その時にはもう自分自身の現実とねやっぱり向き合わないといけない時がある。それはね一つの試練かもしれない。ただそれに立ち向かうことでまたあなたはちゃんとね、自分の人生を歩むことができるんですよっていうことだと思いますので、今もね忙しいと思うのでなんか現実が勝手についてくるっていう感じはすると思うんですけどね。それをね過ごしながら人間関係も相性悪い人いい人ね付き合っていってうまくいかないなと思えばねもうその人とは、お別れしていっていいし、時にはねあなた自身がちゃんと嫌なことは嫌だと言っていいです。ぶつかることもあるかもしれないけれども、あなた自身を利用する人がねそんな人だと思わなかったとかねいう感じでね言ってくると思うんですけどね、そういうことはねしたこっちゃないよっていう感じでね思ってもらえればと思います。そうですね、あなた自身がねこれまでも頑張ってきたけれどこれからもねちょっとねなぜか頑張らないといけない状況になっちゃうっていうところがあって、そこが心配なんですけれども、そこはね本当にいろんな人にね相談しながらね無理はしないっていうことはね心がけてもらえればと思います。そうすることによって未来っていうのはねいくらでも変わると思うので、未来にならなければそれが一番いいですからね。そういう風に動いてもらえればと思います。で、人間関係においてはあまりねそのことをね信用しすぎると自分自身が利用されやすいっていうこともね時に頭の隅にでも置いておいてちょっと警戒することもね考えてもらえればなと思います。よろしければですねこちらの方を参考にされながら動いてみてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の周囲の人があなたに対してどう思っているかなんですけれども、あなた自身ももしかしたらうすうす感づいているところがあるかもしれないんですが、価値観がね合わないなって思ってらっしゃる、お互いになのかもしれないですね。そういうところがあるかもしれないんですけれども、これからですねあなた自身のことを好感を持ってねいいなと思ってくださって、できればね関係性をね深めていきたいとか交流していきたいっていう風にね思ってくださる方が現れるということなので、そのあたりをですね1枚ずつゆっくりお話しさせていただければなと思います。それでは過去ですね。カップの8の正位置です。一つの出来事が終わり旅立っていった時ですね、あなた自身の様々なね頑張ってきたこと一旦終わります。そういったことがね。そして旅立っていったっていうのは実際に本当に他の場所に移動したっていう可能性もありますし、そうじゃなくってとにかくね心がね安定していってまた違うところに気持ちが移ったっていうこともねあり得るかもしれませんね。で、その場合はですね、過去の場合は周囲の人っていうのがですねあなたに連絡が欲しいなと思っている人がいたっていうことで、もしかしたらあなた自身が連絡がなかなかできてなかった人、そういった人が思い当たればですね、今からでもね全然連絡していいんじゃないかなと思うんですよね。なんか待ってる人がいるみたいなのでね、この人かなって思う人がいらっしゃればね、できれば、連絡を取ってあげて、それでね、どうしてるっていう風にね近況を聞くのでもいいですしね、お互いにまた会おうよみたいな感じで言うのもいいし、近くにいる方でもねしっかりねお話ができてない方がいらっしゃるのかもしれないですね。そういったところであなたのね言葉が欲しいなって思ってらっしゃる方がいるみたいなのでね、あなた自身がちょっとねそのあたり働きかけてあげてほしいなと思いますね。では現在ですね、こちらがペンタクルの9の逆位置ですね。現在はちょっとね悪い考えにとらわれがちみたいですね。で、その悪い考えにとらわれがちなものだからもう失敗をしてしまうとねそのまま負のループになってしまう
かなっていうところがありますね。一度失敗して、やってしまったっていう風にね、思ってしまって、そこから、よし、次にって切り替えれればいいんですが、どうしても悪い考えにとらわれがちな時っていうのは、それがうまくいかなくって、どんどんね、自分自身でね、追い込んじゃうっていうところがあるのかなっていうところはありますね。失敗してしまって、次っていう風にならずに、またね、同じようにね、やってしまったっていうね、繰り返しをしてしまうっていうところがあるかもしれないので、とらわれないようにって言ってもなかなか難しいところではあるんですけれども、もう今こういう時なんだっていう風にね、一旦ちょっとね、開き直るっていうのもいいのかもしれません。それによって失敗の負のループですよね。そこからは抜け出せやすくなるのかなとは思いますね。もうやってしまったものは仕方がないっていう感じでね、こういう時なんだっていう風にね、思ってしまうっていうね。どうしても自分自身に責任を負うっていうようなことがあると、気にしちゃうっていうのはあるんですけれども、でもそれで、また同じことをやらないように気をつけなきゃって言って、変に意識してしまうと、それで硬くなってしまって、またうまくいかなかったってなっちゃうっていう可能性があるのでね。ちょっと一旦ね、心の中だけで思えばいいのでね。別に誰かに言って、自分が開き直ってますよ、悪いことをしてないですよ、みたいな感じで言うわけじゃないからね。自分の中で、こういう時なんだから仕方がないんだっていうふうにね、思うっていうことが大事なんですよっていうことですね。で、そこの中で、周囲の人があなたにどう思ってるかっていうのがね、ちょっと今は価値観が合わないと思われてるっていうことでね、もしかしたらね、あなた自身もちょっと心当たりあるとかそういうことあるかもしれないですね。価値観が合わないと思われてるってことは、もしかしたらあなた自身もその人となんかこう価値観が合わないな、どうしてもこう噛み合わないなとかね、そういうところがあるのかもしれませんね。もうそういう人とはね、しょうがない。そう。無理にその人の価値観に合わせようとすると自分が疲れてしまうし、それをね、わざわざね、自分が変わらなきゃって思う必要もないのかなと私は思うんですよね。かといって相手が変わってくれるかっていうと、そういう、都合のいいことにはならないっていうのが、なかなかね、人間関係そういうところがあるので、だったらもう自分自身が気楽に関われる人を探す方がいいのかなと思いますね。そういう人たちとうまいことをしっかりコミュニケーションを取りながらね、過ごしていくっていう風にね、してもらうといいかなと思います。別にね、わざわざね、そういった人と会話する必要はないのかなと思うのでね、きっとね、その人とはもうそういうものなんだ。巡り合わせが悪いって言ったらいいのかな。ご縁がないとかね、言い方もありますけどね。そういう感じでね、捉えていただくといいんじゃないかなと思います。では未来ですね。こちらはワンドのキングの逆位置ですね。未来では余裕を失い自分の行動を振り返れなくなるっていうことで、ちょっと未来要注意ですね。現在もそうなんですが、余裕がなくなっちゃうっていうところがね、怖いですよね。そう。でも、それは、あなた自身がいろいろと、いろんなことが重なって、余裕がなくなっちゃうっていうことなのかもしれないし、あなたにいろんなね、ことをね、任せようとする人とか、積み重なっちゃうっていうことがあるのかもしれないので、それを制御するっていうのがね、難しいのかもしれないのでね。ただ、そうですね。今こうやってお話ししたから、ある程度の準備というか、心構えはできるかなと思うので、もしそういう時になりそうだったらね、ちょっと自分の中でしっかり整理整頓してもらって、それで、できないこととか、もう余裕がなくなっちゃうって分かってるような感じなんであれば、もうそこをね、自分自身の中で、自分がしなきゃ、絶対にしなきゃいけないことっていうのは、どうしても自分がしなきゃいけないと思うんですけど、
よく考えたら、いや、これ自分がしなくてもいいんじゃないかって思うこともあると思うんですよね。そういうのはもう他の人に振っちゃうとかね。そういうのも大事かなと私は思います。家のことでもね、職場のことでも、他のことでもそうですけれども、全部が全部自分が荷物を背負い込む必要はないと思うので、そもそもワンドのキングなので、本来だったらしっかりね、采配を振るって、様々な人にね、指示もできるぐらいの余裕があるはずなんですよね。だからこれを正位置に戻すために、今、こうやってお伝えしたので、そういう風に動いてもらうっていう風にしたら、少しね、違うんじゃないかなとは思うんですよね。できるだけ自分に負担がかかりにくいようにね、うまいことね、人を使うっていうのもね、大事かと思います。で、周囲の人があなたに対してどう思っているかっていうのは、あなたとの仲をですね、どの程度深めていいか測りかねているっていうことでですね。っていうことは知りたいとか興味を持ってるとかそういうことだと思うんですよね。全然興味のない人に対してどの程度仲を深めていいかわからないってことはないと思うので、それはあなた自身に興味を持ってるっていうことだし、あなたのことをある程度ね、気に入っているとか、そういった部分があると思うので、もうね、そこはあなた自身が、もしもそういう風なね、感じの人がいらっしゃればね、まずはね、いろんな人ににこやかにね、対応していくことがいいのかなとは思いますね。それで安心して心を開いて話そうって思ってくれる人っていうのもいると思いますし、別に自分からね、何でもかんでもオープンに話すっていう必要はないんですけど、まずはね、笑顔で、そうそう、軽い話でもいいのでね、そういうことをしていくっていうのがいいのかなとは思いますね。向こうもね、どうしたらいいかなっていうところで、ジャブをね、打つくらいだと思うので、あなた自身もね、ジャブを返すっていう感じでね、どんどんね、パンチをね、強くお互いにしていくっていうのがいいのかな。それを言うとなんか喧嘩みたいになっちゃうけど、そういうことじゃなくって、そう、会話のね、切り出し方とかそういったところ、探り探りにはなるかなとは思うんですけれども、未来では、探りつつもね、うまくやっていけるようなね、予感がするのでね、できればそれをね、もっとより良い方向にするために、あなた自身もね、受け入れ体制っていうのをね、作ってもらえればと思いますね。では、周囲の人ですね。ペンタクルの10の正位置ですね。いろいろあっても関係はなんとか安定する感じということでですね。もしも、万が一人間関係壊すっていうことになるなら、あなたが動く時っていうことなので、もしそうじゃなければちゃんと続くっていうことですね。だからもうあなた次第っていうことです。周囲の人との関係性っていうのはね、あなたにこう主体があるっていうことですね、しっかりね。ということは、人間関係としては、私たちはいいイメージをね、持てましたけれども、こういったお家を守るっていうのがあるようにね、カードさんの。お家っていうのは別にね、家族とかのお家とかじゃなくっても、他の全ての象徴として、自分が守りたいものっていうところがあるので、人間関係を守る、そういった面でも、なんとなくこう、自分自身が守ろうと思っていけば、うまくやっていけるのかなっていうところですね。悪縁はね、自分自身で切ってしまうっていうのはいいと思うんですよね。でもやっぱり良縁がね、いっぱいあると思うので、そういったところは、あなたがちゃんと守ろう、大事にしようって思ってもらえればね、それだけでそのまま続きますよっていうことなので、安心してもらえればなと思います。だからね、いろんな人がいらっしゃるとは思うんですけれども、あなたのことをね、ちゃんと仲良くなりたいとかね、好きだよって思ってくださる。これは人間的にとかね、そういったところかなとは思うんですけれども、そういうふうに思ってくださる方っていうのはね、いらっしゃるから、そういう人をね、しっかりとね、守ってあげてほしいですね。ちゃんと
人間関係としてね、大事にしてください。ではね、障害ですね。あなたにとって邪魔になること。正義の正位置ですね。これからどうしたらいいかがわからなくなってくるっていうことで、そうですね、時にはね、自分が進むべき道、そういったところがね、わからなくなっちゃうことがあるんですが、それを放っておいたまま毎日を進んでしまうと、自分のやりたいこととか目指していることとかにうまいことね、接続しないのかなっていうところがありますので、だったらね、一度見つめ直す必要もあるのかなと思います。そのまま突っ走るのではなくって、一旦ちょっと待ってっていう感じでね、立ち止まってもらう。それで、本当に自分がどうしたいのかっていうのをね、一度自分自身で考えてもらう。もちろんね、それがね、どうしても自分の中でね、しっかり見えてこないこともあると思うんですよね。難しいんですよね。自分自身を見つめ直すってね。自分のことがわからないっていうことってあるじゃないですか。だから他者の力を借りることも必要なのかなって私は思うんですよね。そういった時に人の力を借りながら自分自身がどうしたらいいのかっていうのを悩んでるっていうことを言語化してね、誰かに伝えるとかね、そういったことをね、するのもね、一つ、自分自身を整理するために必要かなと思います。私自身は結構ね、文字にしたりすると整理ができるっていうところがあります。だからそうですね、例えばノートに書いたりとかね、自分のどうしたいのかっていうことをね、とりあえず何でもいいから思いついたことをバーって書いていく。そうしていくことで自分が本当に望んでることとかやりたいこととかそういったところが整理がしやすくなるんですよね。それってもう人のやり方それぞれがあるから、あなたにとってその書くっていうことが整理のできるいい方法なのかは違うかもしれないので、他者にお話しすることでしっかり整理できる人もいるし、もちろん一人でね、ちゃんと考えて見つめ直すことでもうしっかり整理できちゃう人もいるし、もう各々だと思うんですけれども、まずはね、一旦見失いそうになった時、自分をね、そういう時は見つめ直そうと、そういった時間を作ろうというふうにね、各々のやり方でやっていってほしいですね。ではですね、最終結果です。節制の正位置です。生活に新風が吹き込むということでね、もう最終結果ではね、すごくいい感じですね。未来、いい予感がします。人との関係もバランスよく関係を築いていけるっていうことでね、人間関係も良好になっていきますね。で、その中であなたに対して周囲の人はどう思うかっていうのはね、人間関係良好になるぐらいですから、もうどんどんね、心を開きたいと思う人も出てくるし、交流していきたい人、ぜひあなたとね、関係をね、紡いでいきたいと思う人っていうのも出てくるっていうことでね、これから順風満帆な未来がね、見えてくるのかなっていう感じがしますね。よかったです。節制がね、大あるかなっていうところもありますからね。一番あなたにとってはね、大きな部分なのかなって思うんですよね。その点でもね、最終結果としてあなたがこれから進んでいく、未来としてとてもね、楽しみにね、できるところがあるので、ここを目指して日々過ごしていくっていうのでね、ちょっとでもね、気持ちが違うんじゃないかなと思いますね。人間関係、周囲の人のね、印象っていうのもね、どんどんね、あなたに対して良くなっていく。現在は合わないなっていう人がいるだけで、そう、今後ね、合わないなっていう人よりは価値観が合うというか、そうですね。仲良くできそうだなっていう人の方が増えていくのかもしれないですね。そう、あなたにとって良い縁っていうのがたくさん巡ってくるっていうことなので、あなた自身がそれをね、大事にしていくってこともね、必要ですよね。あなた自身もその人間関係、人とのね、関係性を大事にする。もちろんね、人間関係ね、お互いに気を使ったり、努力したりっていうことは必要なので、もちろんあなたに対して好感を持ってくれる人っていうのがいるけれども、その好感を持ってくれる人たちに対して自分
もうしっかりとね、その分の親愛の気持ちっていうのはね、返してあげてほしいなと思いますね。何にせよね、最終結果ではね、ものすごくあなたが過ごしやすくなるとは思いますので、それでね、あなたの生活に新風が吹き込むっていうことなので、今までちょっと変わり映えのしなかった日常っていうのがあったかもしれないけれども、そこからね、また新たな道がね、出てくるっていうことですよね。もうこの道しかなかったと思ってたら、別の道もあったっていうね、ひらめきとかそういったところもね、あるかもしれないのでね、そこをね、あなた自身が期待を持って、で、さらにもっとね、自分自身のその気持ちっていうのもね、前向きにね、考えてもらえればなと思いますね。では助言ですね。こちらが塔の逆位置です。今の状況を壊すことで新たなチャンスが訪れると信じてくださいということでですね。だから現在のその悪い考えにとらわれがちっていうところ、その部分が状況を壊すっていうことなので、まずは一旦ね、それを自分自身の考えっていうのがね、どうしてもね、そっちのマイナス方面に行ってしまうっていうところ、そういったところをどうしたらいいかっていうのがね、切り替えっていうのがね、難しいところではあるんだけれども、そういった部分をね、自分自身の力で壊す、もしくは他者の力を借りながら壊す。そうすることでね、もっともっとね、いい未来っていうのがね、出てくるかなと思いますね。完璧に占いの通り、全部が全部悪い方向に行くなんてことはないと思うんですよね。あなた自身がいろいろと考えながら選択肢をね、見つけながら動いていくと思うのでね。だからこそ、こうやってね、占いとかを見てくださってると私は信じてるので、だからね、これからね、いろんなところが対策としてね、ちゃんとあるのでね、そこをこうしたらいいんだ、ああしたらいいんだっていうふうにね、思いながらね、すると、また全然違う未来、もっともっとね、いい未来っていうのが出てくると思うのでね。だからこそ、負のループになってしまうっていうところを止めるためにも、そうですね、一旦ね、これはダメだって思った時はね、人に助けを借りるとかね、もうとにかくね、何でも使えるものは使えみたいな感じでね、やってってもいいのかもしれないですね。そうですね。もう自分だけで頑張る必要はないと私は思うので、自分が全部やらなくてもいいです。何でも使ってください。ということでね、こういう感じでね、チャンスをね、しっかりものにしていきましょう。自分のものにね、していきましょう。では、オラクルカードですね。サメです。その状況から泳いで離れます。その状況から泳いで離れましょうですね。助言ともちょっと似た感じですよね。サメさんとかね、人魚さんですよね。っていうのは、足のところが魚さんなので、泳ぐの得意ですよね。得意だからこそ、ちゃんと逃げることができるんですよね。でも時にね、どんなに自分自身が素晴らしいお魚さんのね、足があって泳げることがあっても、何か嫌なことがあるんじゃないか、悪いことが起こってしまうんじゃないかっていうマイナス方面に考えてしまったりすると、足がね、動かないですよね。尻尾がね、動かないっていうことがあるんだけれども、でもね、よく思い出してください。あなた自身には、ちゃんとね、泳げるね、尻尾があるでしょうっていう、自分自身にもっとね、自信を持ってね、強みっていうのがね、あなたにもあるのでね、そこを自分自身をね、強く持って、自信を持って動くことが大事なんですよっていうことですね。悪いことがあっても、そこからもうダメなんだっていう風に動かないんじゃなくって、じゃあもうこれはね、一旦開き直ろうっていうね、さっきもお伝えはしましたけれどもね、こういう時なんだなっていう風に開き直って、それでやっちゃえみたいな感じでね、次を待つっていうのでもいいし、自分の中で頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうこともあると思うんですよね。あれもこれもってなっちゃうとね。そういう時は一旦その場から離れるっていうことも必要だと思うので、お休みというか、お休みとまではいかなくてもいいので、回復の時間を作っ
て一旦落ち着けて、こうしたらいいな、ああしたらいいなっていうのが思いついた時にまた戻るっていうのでもいいし、分かりやすいのがね、本当サメさんとか人魚さんとかがね、本当自分の強みとかいろんなところがね、分かりやすいのかもしれない。人間の強みってね、なんだろうってね、それぞれ違うからね、分かりにくいんですけれどもね。いや、それはでもどうだろう。人魚さんだって違うかもしれない。それぞれにね、強みが違うかもしれないですよね。人魚さんもなんか、お歌が得意な人もいらっしゃいましたもんね。それはそう。そう、だからね、あなた自身にも得意なことっていうのがいろいろあるから、いっぱいいっぱいになってしまって、自分自身のそのダメな部分しか見えなくなってしまった時こそ、一旦ね、離れてもらうとか、もうこういう時だって開き直ってもらうとかして、それで自分のね、強みを一旦思い出してもらう。それで他者の人にもね、頼るっていうこともね、忘れずに動いてもらえればと思いますね。そう、あなたのことをね、しっかり見てくださる人っていうのはいらっしゃるのでね、現状としてはね、ちょっと合わないっていう人もいらっしゃるんですけれども、これからあなたのことをね、もっともっとね、仲良くなりたいなとかね、信頼ができる人だなとかね、そういうふうに考えてくださる方もいらっしゃるのでね、そういう人と仲を深めながらね、自分自身の進みやすいところにね、動いていってほしいなと思いますね。そうですね。いろいろとね、現状としてが、ちょっとマイナス思考になってしまってるので、それでね、これからのことも不安になっちゃってるんじゃないかなとは思うんですけど、もう大丈夫です。これからね、ちゃんとバランスよくね、過ごしていける日々の生活送れる時が来ますのでね、安心してくださいね。周囲の人っていうのもね、ちゃんとあなたのことをね、素敵な人だなとかね、もっと仲良くしたいなとかね、そうですね、交友関係としてね、しっかり築いていきたいと思ってくださる方がいらっしゃるので、そういう人とね、これから仲をね、深めていってほしいなと思いますね。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。